バンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビバババババンババンバンバビバビバビバババンババンバンはい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭に、スマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、そして、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがいますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ね、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、それを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、まっちゃくんにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ねえ、まっちゃくんシーバーあんま好きじゃないのかな。今日も離脱してしまったんで、さっさとね。でもあれか、シーバーもうなくなっちゃったから、もうシーバーがいらないわっていうのでさっさと離脱したのかね。みんなは食べてるけど、もうシーバーないみたいなもんな。カリカリ立ってるみたいだな。もう用はないんやっていう感じ。でも行くの入るのみたいよね。はい、すいませんでした。お邪魔いたしました。リタンは食べているな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティースって言います。で、なんでジャスティーって言うかというと、あちらの風船の後ろにいらっしゃるうさぎ目をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のテーマまでございまして、名前をたけしと言いますよ。たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。はい。にゃんこジャスティース。今日は塩入りのさゆ。だいぶぬるいな。さあ、貸したやつな。で、残りが少ないから、沸かしたそうと思いつつ、それきりになってたんで、明日の朝の塩
入りの左右用にちょっと取っといて、ね、ちょっとだけ入れたら、だいぶいい具合に冷めてる感じですよ。はい。お気に入りさん、ジャスティス、藤子さん、皆さん、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は朝から掃除して、朝から掃除してんのに、永遠と終わらないみたいなね。もう朝から掃除してんのに終わらないってありえないよねっていうね、感じ。なんか10時から今日お客さんが来る予定だったんで、まあ朝起きてからね、掃除してたんだけども、まあ、今日ゴミの日だったんだよね。で、今日はにゃんこのトイレの砂を取り替えようと。で、まあ、にゃんこのトイレの砂を取り替えるということはな、トイレを洗うということでな、とにかくすべてを全部、洗って、みたいな感じでいたら、もう全然終わらない掃除が。あれみたいなね、感じだったんだ、今日はな。はい。皆さんたちに収まったね。もう食べる気はないようだね。カニタさん、ジャスティス、こんばんは、ボーソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。キニーさん、カニタさん、こんばんは。にゃんこ5匹のお世話はエンドレスですね。そうそう、だからね、よくうんこがそういうことになるわけよ。うんこっこってた、うんこっこってるな、これ、ほら、拾っとかないと踏んじゃうからと思って拾うじゃんか。で、また拾ったからと思って違うことするじゃんか。で、振り返るとまたうんこっこってんだ。これどういうこと今拾ったよね。なんでと思って。だから、あれ見落としてたんかなと思ってしょうがないから拾うじゃんか。そうするとさ、また振り返るとさ、あるんだよね。何なんで一遍にしてくんないのかなみたいなね、ことがよく起きるような、本当エンドレスでございます。で今日せっかくな、それ全部洗ったっつうのに、さっきね、ふーちゃんに思いっきりね、ドロドロにされてましたからね。さすがかね、みたいなね。がっかり感でございます。お気に入りさん、今日も仕事の待機中なので、途中退出スパチャになるかもです。ありがとうございます。スパチャはもう予定に予定にあるのでございますね。ありがとうございます。今日はね、スパチャっていうか、天城風送りましたよっていうコメントがあったんだけど、全然届いてなかったんだよね。だから、あれ、なんか設定間違ってたかなんかしたかななんて思ったんだけど、今日届いててさ、お客さんが、荷物届きましたみたいな感じで、すいませんみたいな感じで。で、何を送ってくれたんだろうな、なんてふうに思ったら、まさかのバグでさ、ね、そう、どうしようかなと思ってたわけよ。一個ね、お気に入りさんに天城筆もらったけど、なんか、意外とすぐに汚れてしまいそうだったんで、だからもう一個ね、色違いで、なんだっけ、ウィッシュリストに入れてたんだけども、だからどうしようかな、一個手に入れたから、ね、削除しようか。でもまあ、なんかすぐ汚れちゃいそうだったから、とりあえずそのままとりあえずそのまま保留にしてたらね、なんか、まさかのそれを送ってくれたんだよね。だから、そうなのかと思って。でもまだね、今、もらったやつも新しいっていうの感じだから、まだ2回ぐらいしか使ってないからさ、また無事な状態なんでね、ちょっと開けずに、取っとこうかな、みたいな、感じね。兄さん、そしてこちらの通信状況がよろしくないようです。そうなんだね。ね、どうなんだろう。うちが悪いのかな、わかんないけどね。そうでさ、動画の編集をするためにね、動画編集ソフトにさ、今日は動画を取り込んで、で、明日ね、
作業できるようにしとこうと思って準備しようと思ったんだけど、もう全然ダメ。もう全然ダメ。動画取り出すことができなくて。ね、取り込むことはできたんだけど、パソコンの中に。そこからね、編集ソフトの方に取り出すことができなくて、これ参ったなと思ってね、ずっと、だってこんなん削除したところで別に大した量じゃないから変わんないもんねっていう書類しかもう残ってなくてさ。でね、さっきいろいろと、このパソコンについてだったかなっていうところ行ったら、ストレージっていうやつがあったんで、ストレージと思ってみたらさ、もうだいぶ昔に捨ててるつもりの、音声がいろいろあったんで、それをね、ことごとく捨てたんだけれども、ただ今ね、見たらなんかあんま変わってなくて、ねえ、ねえ、もうあとなんかやりようがないんだけど、どうしたらいいのかなみたいなところにね、今なってるよっていう感じで、だから今日は何回も何回もね、なんだ、その書類、ファイルをね、取り込むことをやってたよ、みたいな感じかな。それのせいで、うちのパソコンが重くて通信状況が良くないのか、何なのかなっていうのがわかんないんだけどねっていう感じ。で、今日は、じゃあ、しょうがないと思って、諦めて、映画見て、今日は映画見て、ね、今日アザーズっていう映画を見たんだよね。で、今日は話のネタがないから、それをネタバレするしかないんですけど、それをネタバレするしかないんだけど、今日は天玉さんがいないからネタバレしても大丈夫かな。そういう問題そういう問題ですかみたいな感じなんだけど。で、それがね、なんか、やっぱり一回だけ何の知識もなく見るだけだとさ、結構わかるような、わかんないようなみたいなところあるんでさ。でね、その見終わった後に考察というか解説というか、そういうのをしてる人いないかなと思って。で、そういうのを見るとちょっと理解が深まったりとかするんでさ、今日もまたね、見終わった後に、なんか解説っていうのがあったんで、解説してくれてる人いるのかと思って、で、それ探して、見たら、シークエンスはやともさんが解説してる動画があったんだよね。それだったらわかるかと思ってね、それを見て、そういう話だったのかっていうのが、おかげで、ちょっとわかったかな、みたいな感じだったよ。はい、たまちゃんね、かわいいから抱っこさせてくれたらいいのにな。にさん。じゃあデータを外付けハードへ移動するようでしょうね。そうしないとダメっていうこと。そういうふうにしてるともうね、動画の編集がね、時間がかかってもね、嫌になる。もうすでに嫌になってるのに、もう一個手間が増えるともう絶対やらんみたいな感じになってきそうなね、勢いなんですよね。で、そのアザーズっていう映画が、どういう映画だったかっていうネタバレをすると、だから他の人の動画でね、なんかこれがおすすめだよみたいな、これが良かったよみたいな話を聞いて、じゃあ見てみようかなっていうのでさ、メモってるわけよね。見たい映画っていうのはさ。で、なんでメモったのかなと思ったんだけど、大概私はスピリチュアル系の動画ばっかり見てるんでさ、そういう話だったんだけど、なんかホラーって書かれてジャンルがさ、ホラーなのって思ったんだけど、今日のはホラーかもしれないみたいな。ホラーかもしれないみたいなジャンルだったかな。
で、まあ、結構死んでる人も自分が死んでるのわからないで生活してるよみたいな話をよく聞くんだけど、まあ、それを描いてる映画かなっていう感じだったんだよね。で、天国と地獄と、あとなんだろう、幽霊っていうのかな、あんまり私その辺詳しくないからわかんないんだけど、のがあって、で、まあね、その幽霊となってる人たちは自分が死んでるのわかんなくて、まあ死んでる人もいるんだけど、薬を好んでここに留まってる人もいるし、あとは死んでるの分かってない人がここにね、留まってるっていうのもあるんだけど、で、自分が、死んでるの分かってて、で、まあ、天国にいる人もいるし、みたいな、感じなんだよね。で、死んでるの分かってない人たちが、この床にいて、みたいな、解説で、そういうことかっていう感じでね、なんかちょっと分かったよな、みたいな状態でした。おきみさん、ホラーやスピリチュアルが苦手です。あ、そうなんだ。私もホラーは苦手だけど、スピリチュアルは別に今これスピリチュアルだからな、あれスピリチュアルだからな、あれスピリチュアルだからなって感じだから、別にスピリチュアルは別にどうってことないけど、ホラーはね、苦手だけどね。お気に入りだ。アザーズって丹波哲郎さんの世界ですね。まあ、そうなのかもしれないね。丹波哲郎さんの世界もあんまり知らないから、この前ショート動画だっけ、ショート動画ではないか、普通の動画か。でね、今聞くと丹波哲郎さんのあっちの世界のね、説明ってすげえわかりやすかったんだなっていうのがさ、なんか、分かったっていう感じだったんだけど、まあ、それぐらいしか見てないんでね。丹波哲郎さんの世界は私知らないんだよねっていう感じで、あとは何の話したらいいかな。もう話ないな。終わったな。どうしようかね。またこの前読んでた、本がまだね、ちょこっとっていうのかな。5分の1ぐらい読み終わってないので、それ読むか。それ読むか。タロットカードタイムかな。久々にね。タロットカードタイムでも行くのかいみたいな。そんなところかな。まあ、あとは、あれだね。なんだ、最近、ゾンビが増えてる。ゾンビが増えてるってよくね、言われるんだけど、ゾンビって何かなっていうふうに思ってたんだけど、もしかしてこういうの増えていくのかな、めんどくせえな。これからこういうのどんどん増えていくのかな、めんどくせえな、みたいなのが、まああったんだけどさ、来週、ポイントの有効期限が切れるっていうのでさ、で私ほら、好き嫌いっていうの、乳製品が嫌いだから、だから、和食で検索して、で、予約するわけよね。で、来週また和食のお店にランチしに行くんだけど、ただね、それが寿司屋だったんだよね。寿司屋だったんだけど、で予約するときに、アレルギー、と、あと嫌いな、苦手な、食べ物ってね、2つアンケートがあって、で、予約者本人、あとは連れの人みたいな感じでね、各欄があって、で一応私はいつも、嫌いな食べ物のところに乳製品って書いて予約するんだよね。まあ、時々聞いてくれないところもあるんだけど、まあ、聞いてくれるところがほとんどで、で一応和食で検索して、ね、寿司だったら、まあ大丈夫なことが多いだろうと思って、でも最近和食でもね、何でもかんでもチーズ入ってるからさ、ね、クリームかけられてるし、みたいな感じなんで、一応書いとくんですね。まあ、デザートね、アイス出てきたりとかするからさ、早い。で、書いて、で、予約したんだけどさ。んでね、
電話がかかってきたわけ。だから、なんだろう。で、電話もさ、留守電が入ってて、でね、予約のことで連絡しましたって言って、で、まあ、また連絡しますの話もわかるんだけど、なんか折り返してくださいって言うわけよ。折り返すの折り返すのと思って。だから、ああ、じゃあ、なんかその日はダメだとか、そういうことなのかなと思って、で、しょうがないと思って、最近なんかさ、電話着信ならないんだよね。なんか多分自分が、電話帳に登録してる電話番号だったら、なんか着信になるみたいなんだけど、それ以外の電話番号はなんかね、ならないみたいなんだよね。だから気づかなくて、まあ留守電だったんだけど、まあどうせまたかかってきても気づかないだろうからなと思って、しょうがないと思って、で、折り返したんだけど、そしたらなんかね、好き嫌いのところ、好き嫌いじゃない、苦手、食べられない、食材、乳製品って書かれてるんですけど、これはアレルギーですかそれとも、苦手のどっちですかみたいに言われて、いや、苦手な方に書いたはずだけどなって思いながら、まあ、丁寧に聞いてくれてんのかなと思って、ああ、苦手ですねっていうふうに言って、でしたら、なんか、クリームソースなんかかけたものは、召し上がっていただけるんでしょうかとかっていうわけ。いや、食べないですねって。食べられないですねって言ったら、なんか、てんてんてんみたいな感じで無言になって、で、しばらくして、わかりました。じゃあ、そのように伝えますって切られたのね。でもさ、何なんかもう全然行く気なくなっちゃったんだけど、どうしてくれよみたいなね。なんかこういうのが増えていくのかな、これのことゾンビって言ってるのかな、みたいな、ね、ちょっと気がめいる感じでございました。ひにさん、アレルギーがあるといろいろと、困りますね。老いがひどいアレルギーで、以前は、エピペンアレルギーの注射を持ってましたね。あ、そんな激しい感じなんだ。食べると呼吸困難になっちゃうみたいな感じがね。まあ私も似たようなとこあるけどな。おきにさん、藤子さん、先日はお父様とドライブですか？ドライブっていうか、まあ、おばあちゃんのね、墓参りに行ったんだよね。で、帰り乗せてきてもらったみたいな感じだね。おきにさん、自分は牛乳が苦手ですが、アカディ牛乳、乳糖減少は問題ないです。そうだね。日本人のほとんどがね、牛乳アレルギーだからね、乳糖不対症っていうんだっけだから、乳糖が少ないやつはね、まあ、飲める人が多いんじゃないのかな、みたいな。まあ、多いかどうかわかんないけど、飲む人もいるんじゃないのかな、みたいな。そういう感じかね。アレルギーね。で、アレルギーは食べ物でその食べてすぐに反応が出て命に別状があるみたいなアレルギーはないけど、まあほとんどのアレルギーは持ってたっていうの。なんだっけ、皮膚のアレルギーと、鼻のアレルギーと、で、あとなんだっけ、喘息と、みたいな、感じか。ひいさん、さすが藤子さん。乳糖不対症もご存知ですね。はい。体弱かったんでね。まあ今でも弱いのかもしれないけれども、ね、そうなんですよ。だから、ね、オタクなので。そこそこオタクなので。ただ、本物のオタクの人に比べちゃったら、全然、なんだ、並びませんけど、みたいなね、足元にも及びませんけど、みたいな感じだけど、まあ、父親とか母親あたりのね、知識に比べたら全然今上回ってますから、みたいなね、感じ。あ、そう。今日、朝そうやってさ、にゃんこのお世話っていうのか、まあ、このシーツ取り替えて洗ったりとかさ、
してるときに、もう終わらないエンドレスのさ、お世話をしてるときにさ、ふと分かったことっていうのかな。そっか、親もな、こうやって一生懸命、自分なりにね、その時のベストを尽くして、対応してくれてたんだなって、そういうことを分かるよっていう意味で、こういうね、現実を作ってるのかなっていうことが、なんかちょっと分かったなっていう感じ。だから今、私の番で、ね、にゃんこたちのために心を尽くして、今自分でできるベストをするだけだなっていうふうに今日は朝、思いました。終わらない掃除。終わらない掃除をしながらな。ふきさん、先日は福袋ありがとうございました。いえ、お買い上げありがとうございました。そうで、今日、そうだ、福袋だけじゃなくて、で、福袋はさ、大きいフニータ、フニャータ、フニータ系のセットだけど、なんか通常からね、フニータ、フニータ系、フニャータと、あと、チビフニータとフニャータがいるんだね。だから、この5個セット売ったらいいんじゃないかと思って、写真撮ってないんで、その5個セットの写真はね。だから明日以降、また晴れるみたいだから写真撮って、福袋ではないけども、セットっていうのかな。ちょっと売り出そうかな、みたいな感じ。カニタンさん、多分私はニュートは、得意な方です。ゴロゴロしないね。まあね、日本人全員ってわけじゃないからね、中にはそういう平気な人もいるからね。ピニーさん、カニタンさん、牛に吸い付けますね。そうなのか。ピニーさん、フニータたちが想像以上に可愛すぎて、自分が、欲しくなりました。フニータが、想像以上に可愛くて、子が可愛いよな。カニタンさん、さすがに加熱したいです。あとね、直接はちょっとね、直接はちょっとって感じよね。そうか、直接だと体温と同じ牛って体温どんくらいだかわかんないけど、まあね、冷たいわけではないからね、それなりにあったかい感じあったかい感じのが牛乳って美味しいものなのか私にはさっぱり理解できない世界だけどさ。ね、だから絞りたてっていうのはあったかいっていうことなのかな。絞りたてだから美味しいっていうのはあったかいから美味しいとかそういうことなのかね。ね、加熱ね。そう、今日ね、朝、歯医者さんのこれで虫歯がなくなりますみたいな、そんな動画があって、どうやったらなくなるんだと思って気になってみたんだよね。で、歯医者さんがこの動画を撮るために、昨日の夜歯を磨いたきり、歯を磨いていませんって言ってさ、プラークを取って、で、顕微鏡で見てね、で、こんだけ細菌がいますって言って、で、細菌がいることが悪いことではないんだけれども、ただバランスを崩すと、虫歯にとか歯周病にね、なっていくんですよっていう説明を延々としてくれて、じゃあ歯を磨きますっていうので歯磨いて、で、そこからまたプラークを取って、で、顕微鏡で見たら、微生物の数が圧倒的に少なくなってたのね。全然いなくなるわけではないんだけど、圧倒的に少なくなってたんで、だから、歯磨きは必要なんですよっていうのでね、歯磨きすると微生物の数減るからねっていうので、この微生物の数が多くなると、虫歯とか歯周病とかになるからっていうね、話でございました。直接吸うので、それを思い出した。それを思い出してしまったのね。おきにさん、直水。直接チューチューな。牛乳好きな人だったらね、それでもいいとか言いそうだよな。カニタンさん、親戚の家の近くに牧場があって、
そこから買った牛乳をお鍋で低温殺菌にして飲んだら、めっちゃ甘くてまろやかだった。ああ、そうなんだ。じゃあ加熱した方のが甘くなるもんなのかね。そうなんだよね。近くに牧場あるけど、五稜牧場が。五稜牧場があるけど、なんていう感じな。銀さん、絞りたて低温殺菌だと美味しさ、抜群ですね。そうなんだね。私には理解できない世界だけれども、もう牛乳のことを考えたくないみたいなね、感じかな。あと何の話してたんだっけ。フニータの話と、虫歯の話と、乳糖不対症の話。あとね、なんだっけ、あれ、孫が優しい。孫は優しいで、だから、年取ると、ね、タンパク質をいっぱい食べなきゃならないんだけれども、なんか胃酸が減るから、どんどん食べ物がね、食べれなくなるんだと。食べれなくなるのに、年取ってからのものがいっぱい食べなきゃならなくなるからっていうので、で、まあ、ご飯をね、炊き込みご飯にしたらいいんじゃないのって。で、味噌汁を具沢山にしたらいいんじゃないのっていうので、まあ、確かにそうだなと思ってさ。で、豆が結構ね、まあ、納豆を食べれば豆って食べれるけどさ、それ以外だとあんまり豆食べる機会ないよなって思ったから、豆を煮てさ、それをご飯に混ぜて、ね、孫は優しいご飯を作ったんだよね。んでね、その豆は優しいご飯を作ってる動画とかあるかなと思って検索したら、今なんか、孫は優しい輪に変わってんだね。知らんかったと思ってね。孫は優しい輪に変わってんだと思って。で、しかもその動画自体がさ、もう5年も前の動画だったから、もうとっくの昔から孫は優しい輪に変わってたんだと思って、ただその、孫は優しいご飯にしようとしたときに、孫は優しい輪でやるとちょっと難しいんでね。まあ、あれはあれでそれでいいやと思って。だから、孫は和のところは別で取ることにするしかね、した方のがいいかなみたいな感じで、で、何が変わったかっていうと、まあ、孫は優しいは、豆、ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、芋だったのが、豆、ごま、発酵食品、や野菜、魚、しいたけ、わかめになったらしいんだよね。そうだったんだと思って。まあ、ただ今ね、ぬか漬け食べてるからいいんですけど、みたいな、感じだった。がいたさ、そうそう、軽くショックでした。殺菌した方のが甘いっていうことか。ゲイさん、60度、30分くらいが良いのでしょうね。へえ、そうなんだね。いや、ゲイさん、孫屋さんの動画見て、胃腸に良さそうだなって思いました。ただ、まあ、味付けしてないんでね、味付けした方のが良かったかなと思って。まあ、ほら、もしかしたらなんかね、納豆かなんかかけて食べるかもしれないと思ったからさ、味付けしなかったんだけど、ちょっと塩を入れて味付けしちゃえばよかったかな、みたいな感じだったかな。お気に入りさん、キクラゲ美味しそうだから、キノコ類がね、高いからどうしようかなとかって思ったんだけど、そうだ、キクラゲね、備蓄してあったと思ったから、それ出してきてさ、水で戻してね、使ったんだよね。カニザさん、温度は不明ですが、ふつふつする温度だった気がする。そうなんだ。じゃあ、それなりに、まあ、でもあれか、水じゃないから、牛乳の沸点は60度ぐらいでふつふつする感じなのかね。ミミさん、
さつまいもも低温加熱すると美味しいと聞きました。石焼き芋とかね、だからそうらしいんだよ。今までずっとさ、オーブンで一番出る高温で、で、まあ、ちっちゃいのだと30分とか、で、大きい芋だと1時間とか焼いてたんだ、前はね。だけど、そう、低温でなんか長く焼くと美味しくなるって聞いて、そうだったのと思って、で、温度下げたんだよね。180度で1時間とか焼くようにしたんだよね。最近、今年から。なんか、それから胃が痛くなるようになったのか。もともと胃が痛くなってたけど気づかなかったのか。まあ、どっちなんだかわかんないけどさ。なんかね、それのせいで胃が痛くなってるのかなと思って、また高温に戻そうかなとか思って。っていうか、味別に変わらないけど、っていうか、高温でなんか焼いてた時のがね、本当に焼き芋みたいに焼けてよかったんだけどな、みたいな。なんか低温にしてから、なんだろう、ふかし芋的な感じに仕上がるんでさ、なんか、っていう感じなんだよね。だから石焼き芋だったら美味しいんじゃないのみたいな、なんかそんな考えでいるよ。お国さん、でんぷん質が糖質に変わるんですね。糖質か。糖質取りすぎだな。糖質取りすぎだな、みたいな感じだね。例えば今日夕方にさ、お客さんがまだいる時間帯に、なんかお汁粉飲みたくなったんだよね。あれ、お汁粉飲みたくなったぞと思って。で、前にさ、みやびさんがね、岐阜で送ってくれた、小豆の缶詰。なんか何個かあったと思うんだけどさ。で、何個かあって、で、この前開けて、で、これ備蓄用だったんだと思って。なんかね、5年保存とかって書かれてたから、なんか長期保存用とかって書かれてたんで、なんだちっちゃいなと思ったわけよね、缶詰自体は。でも、そうか、5年保存なんだと思ったんだよね。で、それでお汁粉を作ったわけよ、年末にさ。だからまだ1缶、2缶ぐらいしか開けてないから、で、まあ10缶ぐらい入ってたと思うからさ、他にあるはずなんだけど、なんか見当たらなくて見当たらなくて、あれと思って、なんかどこ探しても見当たらないんだよね。いや、私どこに隠したかなと思ってさ、隠したんだか自分で覚えてないんだけど、もう全部食べちゃったんだか知らないけどさ、とにかく見当たらなくて、あれと思って。で、まあ、この前買ってきたね、半額の羊羹、備蓄用にと思って取っといたけど、で、それが、まあ、羊羹って言っても、1個は普通に小倉の羊羹だったんだけど、その半分のサイズのがあって、で、それが抹茶羊羹だったんだよね。で、抹茶羊羹はいっぱいあるから、じゃあ抹茶羊羹にするか小さいしなと思って食べたんだけど、なんかね、想像してた味と違ってね、なんかあんまりなんか美味しくなかったんだよね。なんかちょっと残念だったな、みたいな感じで、今日も糖質の取りすぎです。お気に入りさん、藤子さんは全然太らないですね。いいえ、7キロぐらい太りましたよ。まあ、このライブ始めた頃は体重計持ってなかったからね、その時測ってないんで、どのくらいだったか知らないんだけどさ。まあ、2、3年前だったっけ、去年だったか、一昨年だったか、去年か。去年ダイエット企画やったんだっけか。まあ、そこから7キロぐらい増えてるんで、だいぶ太りまして。のきんさん、お汁粉とぜんざいって違いますか？そう、違うらしいんだよね。だから私、お汁粉言ってっからさ。でね、飲食店行って、お汁粉ないかなと思って見てもさ、お汁粉ってないんだよね。で、ないからさ、なんかおごってあげるからね、何でもいいから好きなもの注文しなって言われても、欲しいものがね、ないんだよね。で、お店の人に、お汁粉ってないんですよねっていうふうに聞いて、まあメニューにないものでもさ、お店に材料があればね、作ってくれるかもしれないんで、一応ダメ元で聞くんだよね。そしたら、お汁粉はないんですけど、ぜんざいならありますって言われて、何が違うんだろう。
何が違うんだろうわかんねえなと思いながら、あ、じゃあそれでってね、大概注文するかな。だからお汁粉はね、ないけど、ぜんざいならあるらしいんで違うみたいだよ。いつも言い換え、言い違い、言い換えさせられるっていうの。なんかお汁粉じゃないぜんざいってね、言わないと出てこない。欲しいものは出てこないらしい。7キロもそう、7万キロ。7万キロ、そう、7トンを越して7万キロな。そうなんだよ。だいぶ変わんだろう、みたいなね、感じで、やばいよ。糖質も取りすぎだよ、みたいな、ね、状態でございます。さん、藤子さんのどこに何がどうなると7キロ変わるのだろう。筋肉、いや、普通に贅肉ですよ。普通に贅肉ですよ。ね、顔まん丸になるしなっていう感じよ。足太くなるしな。こんな感じですよ。で、あとは何の話だったっけか。なんかあったかな。あ、なんか今、なんだ、インフルエンザが流行ってるからなのか、なんか寒いんだったっけ。なんか寒い、なんだっけ、寒波が来てんだっけ。なんだか知らないけど、不要不急の外出は控えてくれとか、なんかそういうことになってるらしいじゃんか。東京都だっけ。なんかね、知らなかったけど。知らんかったけど、なんかね、警戒が出てるらしいよっていうのでね、へーって思って、今度は何を企んでんのかね、みたいな。そう、だから寒いらしいじゃんか。卵ないからさ、明日卵買いに行きたかったんだけど、ちょっと卵買いに行くのもね、嫌だな。嫌だな、とかって思って、どうしようかなっていうね、感じ。まあね、野菜じゃない、魚の缶詰はいろいろあるしね、おつまみの缶詰もいろいろあるしね、タンパク質はまああるといえばあるけれども、まあ卵なと思ってたんだけど、とりあえず卵は常備しとくようにしとこうって思ってたんだけど、明日の卵がないんだよね。マイバスでもね、普通の平飼いじゃない卵だったら売ってんだけどさ、まあどうせね、平飼い卵と同じぐらいの値段するわけだからさ、だったらというかね、高くても今までも平飼いの卵を買ってたわけだから、平飼いの卵が置いてくれてやればいいんだけどね、平飼いの卵が置いてないんだよね。だから、いつも遠くにさ、遠くっていうかまあ近いんだけどね、目の前ではないのは全部遠くなっちゃうわけ、私の中ではさ。まあ遠いスーパーにわざわざ平飼い卵を買いに行ってたんだけどな。寒いんじゃちょっとそこまで行くのも嫌だなと思ってさ。今くらいが良いと思います。いや、良いと思いません。ヤンキ兄さん、2019年から熱を出したことないです。あ、そうなんだね。なんか、いつから出したことないかっていうのは全然わからない。だいたいうちに体温計ないからね。そう、体温計って言えば最近の体温計は、ピピっていう音が若者にしか聞こえないらしいんだよね。なんか年寄りに聞こえないらしいんだよ。で、ほら、うちの父親のね、パートナーの人が、まあ、体弱いんでさ。で、去年大腿骨の骨折をして、で、今なんかリハビリの人が来てくれてんだって、週に1回だったか2回だったか知らんけど。で、その時になんか体温を測るのかならしいんだけど、その体温計の音がなんか聞こえないんだって。で、そのリハビリに来てくれてる人も2人、なんか交代するんで、今2人来てくれてるらしいんだけれども、どっちの人も
なんか、はい、今なりましたねって言うんだけど、まあね、いつも聞こえないんだって。で、いくら耳を澄ましても聞こえないんだって。でね、その新しくなる方のもう一人の人が、なんかいろいろと博識でいろんなことしてるらしくって、で、今の体温計ね、若い人にしか聞こえない周波数なんですよね、とかって言われて、いや、そうなんだっていうので、でね、悔しくなって、悔しくなって一生懸命耳澄ましてて、で、この前、やっと聞こえたんで、あ、聞こえたっていうので、なんかすごい喜んで、すごい喜んでたみたいな話で、あ、そうなんだ、最近のってそうなんだと思ってさ、何のために、何のためにだよ、みたいなね、感じらしいな。で、私の後ろに行っちゃうのかな、言ったね。ね、お顔見せてちょうだい。ね。うーんと、おきにさん、自分も千葉の平飼い卵を買ってます。あ、そうなんだね、いいね。ね、おきにさん、こないだ入れ物ごと落として、ひびが入って、そのまま茹でちゃいました。ああ、そうなんだね。カリタさん、耳が遠くなるとき、高音からダメになる。ああ、そうなんだね。おきにさん、暖房にあった、暖房にあった後だと、センサーで発熱と測定されますね。あ、そうそう。で、なんだっけ、お店の前にさ、体温測るやつさ、機械があったじゃないか、コロナの時にさ。で、初めてコメダね、銀座のコメダに行った時に、それでさ、なんかすげえ高音だったんだよ、私。それでめっちゃ高音でさ、ブーブー鳴ってるわけよ、機械がね。だから、なんだこれ、入っちゃいけないのかな、みたいな感じでさ、なんか人もいないし、どうしていいのかわかんなかったわけよね。まあでも、入っちゃったけど。それに、なんか体温測りましたみたいな。なんか体温測りさえすればよかったみたいで。なんかね、それで高温だと誰とか別になかったっぽい感じなんでね。あ、測りましたっつって、普通に入ってたけど。だってそんな熱出てるわけないんだもん。熱出てるわけないはずなのにさ、すげえ38度だかないなってさ、ブーブーになってっからさ。もうなんで夏だからだろうみたいな。私の体がね、日に当たって暑かったからだろうみたいな感じでさ。もうなんなんだよっていう感じだったな。そうで、前にさ、付き合ってた人が、八百屋さんの、配達の手伝いをしてたのかな。で、卵がね、よく割れちゃうみたいなんだね。で、割れちゃうと、ほら、売り物にならないんで、それをよくもらってきて、だから、うちに卵が30個あるとかっていうことがね、時々あったかな。その時はほら、1日卵1個しか食べちゃいけないっていう教育だったからさ。ね、だからまあ、2個以上食べるとちょっと悪い気がして、なんか割れたのからね、先に食べてくみたいなさ、工夫をして一生懸命消費してたなって思うんだけど、まあ今だったら30個あろうが40個あろうが全然いいっすよっていう感じなんでね、またそんな生活にならないかしらと思ったりとかするね。と、発熱と測定されるんだね。ファインターさん。だから、高音アラームは若者にしか聞こえないってことなんだろうな。ね、そうだよね。でもさ、熱測るなんてね、あんまり若い人はないっていうのね、高齢者の方のが熱測る機会なんか多そうなんだからさ、なんでそんなアラーム音にするんだろうねって感じよな。お気に入りさん、高音が聞こえにくくなると、テレビが聞こえないんでしょうね。あ、高音なのかな、テレビって。
時にさ、入店するときにおでこだけ熱いとブザーが鳴って恥ずかしい。そうだよね。熱出てるはずないのにさ、ブーブー言ってっからさ、おいって感じよな。時にさ、暑い暑い。そうで、テレビといえばさ、その栃木に行った時、テレビがあって、で YouTube 見れなかったわけよね。で、まあ、せっかくだから、じゃあ、なんかね、テレビでも見てみるみたいな。で、栃木テレビっていうのがあったわけよ。テレビ見てみると思って見てみようと思ったんだけど、やっぱりどこもかしこもくだらねえ。くだらねえっつうのかな。なんかもう、目の毒というか、見ててもね、なんか洗脳装置だな、みたいな感じだったんでさ、見るもんねえなと思ってたわけよね。で、それの一個に、栃木テレビっていうのがあって、で、それをせっかくなら見てみようとは思ったんだけど、ただ、なんかね、その話したっけ、昨日。その話したか、栃木テレビとかだったんだよね。で、ね、なんか最初スポーツとかだったんでさ、スポーツかと思って、スポーツわかんねえなと思って。で、ね、他のを見てみたりとかして。で、結局見るもんないんで。で、また栃木テレビに戻ってみたら、今度不法でさ、不法か。そっか、そういうことか、みたいなね、感じだったんだよね。はい。そう。おきにさん、栃木テレビってあるんですね。激レア、そうそうそう。だからせっかくならさ、そこでしか見れないだろうからさ、見てみようかなと思ったんだけど、スポーツか、みたいなね、感じ。で、あとね、なんだっけ、将軍か。将軍っていう映画の、なんか BGM 音楽を担当してる人が、なんか栃木出身だから栃木に住んでるだかの人らしいんだよね。なんかそれで出てきて、で、そうだ、そういえば将軍ってね、なんか話題になってたよな、って思ったんだけど、そうらしくて、で、なんだっけ、この賞は、もらった賞は何の賞だか知らないけど、私は。それが、なんかあんまりにも、なんか高嶺の花というか、全然自分の世界にはね、ない世界の話だと思ってたのに、なんかそれに携わる仕事をしたのかっていうのが、なんかもうすごいびっくりな、なんかね、アンケートじゃなくて、答えてるね、のがあったかなっていう感じ。リニーさん。栃木の茂木にはツインリンク茂木っていう、国際規格のレーシングコースがありますよ。そうだね。お気に入りさん、真田広之さん、かっこいい。ね。で、真田広之も、ね、かっこいいよな。私には全然、玉木宏が、玉木宏じゃない、玉木浩二。間違えた。玉木浩二が、なんか歌がうまいとかっていうのは全然わからなかったんだけど、なんか歌がうまい人に言わせると、ね、玉木浩二はめちゃくちゃ日本人で一番歌うまいとか言ってたっけらしいんだよね。そうなんだなって思ったのが、今日の出来事でございました。というわけで、本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。
こさんのお気に入りの歌手や俳優さんはおりますか？高田純次。お気に入りさん。竹縄。藤子さんの7万キロにスパ。ありがとうございます。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。